ボーナス発動。コインの記憶に表か。裏。表。裏。そっちが親だ。回しな。この勝負俺に有利な点があるとする。能力の差によって生じる条件の非対称性。俺の記憶を読むボーナスは奴のボーナスと違って目に見える形での変化がない。つまり俺はボーナスを使いたい放題だが奴はそうではない。奴は長期戦狙い、俺は短期戦狙い。すぐに決着をつける。2回戦に入れた。無論俺はこの銃に使ったボーナスを奴がボーナスで相殺すれば、弾の位置情報は俺の記憶から消えるが、俺がボーナスを使った客観的証拠はない。そして俺がボーナスで手に入れた情報は30分で記憶から消えるが、仲介があれば普通に記憶として残る。逆に俺が銃にボーナスを使っていないのに奴がボーナスを使ったら銃が二次元化し証拠を残すこと。奴が銃にボーナスを使った時に俺はボーナスを解除した場合も退場になるので奴は用意されたボーナスを使えない。たとえ部分的にでも二次元化されたら見逃さずにダウトする。1回戦はピストル剣が使えない。カードで負けた時選択肢がないので奴は勝ちに来る。俺は親を譲ってでも弾の一撃目をする必要があった。望み通り勝たせてやる。次で弾が出るこの1回戦。俺は建前上勝ちに行く意思を持って負けに行かなければならない。建前に反すればダウトされる。初戦の掛け金は1億だ。ボーナス発動。このカードの奇跡。奴は小指でキングに親指でエースに触っているということはおそらく。カードのデフォルトはこの位置だった。奴はシャッフルする前に左手小指をカードの枚数を数えながら下にずらすことによってデックカードの上から13番目に小指を挟み隙間に人差し指を入れる。さらに13枚カウントしながら下にずらし13枚ごとに人差し指、中指、薬指の順に隙間に指を入れる。右手の指を突っ込んで指の摩擦力で上下のカードを引っこ抜きそのままそこに入れた。これによりデックは下から順にスペードのエース、スペードのキング、ダイヤのエース、ダイヤのキング、クラブのキング、クラブのエース、ハートのキング、ハートのエース。あとはおそらく適当なところに小指でブレイクを作り上のカードだけシャッフルして下と混ざらないようにしリフルシャッフルも交互に重ねた後外して下に入れた。無論証拠はない。カードを配るときは一番下のカードを左手の指で押し出して右手の中指と薬指で挟み瞬時にデックの上に重ねた。カードの角がわずかに折り曲げられている。それもさほど不自然じゃない程度に。そこに入れた時に目印にするためにエースとキングの束を折り曲げたの。なんという早技。これはダウトできない。なぜそれを知っていたのかを問われれば答えられないから。もちろん折り目を証拠にするなら折った奴も反則。だが、この勝負で奴に有利な点は反則の非対称性。奴は退場、俺は死刑。浦上天才である証拠になり得る危険性は第一に回避しなくてはならないハンデが俺にはある。奴はそこをついたんだ。俺はこの手をチェンジした場合、わざと負けようとしたということ。この折り目を証拠にダウトされる。折り目を戻しても戻したことをダウトの証拠にされる。いずれにせよ奴が神戦術を使った事実を後出しすれば、俺が2回戦に弾が入っていることを知っていたという一つの証拠になる。建前と矛盾する。チェンジする。チェンジしない。ここを勝つしかない。とりあえずこの折り目どうするか。逆に折り曲げて折り目を戻すか。ここは見て見ぬふりして奴の裏をつくが得策か。後者だな。前者は奴に確認される。ワンペア。2ペア。お前の勝ちだな。こいつぞ、やはり。こいつは1回戦では弾が出ないことを察知していたな。コイントスで。奴は俺の能力を知り、コイントスの結果もピストルの中身もコントロールできると知った上で、コイントスで俺が親を捨てピストルを選んだということは、カードに触れられない俺は勝敗を左右できない初戦に弾を設置しないと判断したんだ。でないとここで負けたらピストル剣を使えないのにあっさり負けるわけがない。無論裏目もあったが可能性は6分の1よりはるかに低い。低いがしかしその選択は仮にも命がけ。そしてその対価として奴は大きな情報を得た。フェアプレーだとは抜かせん。コイントスで決めるルール設定の段階でここまでの流れは決定済みだったが、さも俺が選んだかのように見せながら。2回戦の掛け金は10億だ。俺から回収した手札を場に出たエースとキングと一緒にそこに入れたな。そしてフォールスシャッフル。混ぜてない。ダウトだ。手を止めろ。さっき場に出ていたカードと手札のカードをボトムに固めて配置したな。そこから5枚のカードを見せろ。勝負に関係ないから問題ないだろ。同じ手が2度通じると思うが、1回戦でダウトしなかったのはこっちの情報漏れを防ぐため。ないよ、ほら。続行するがいいかい。このスペードの2と3、シャッフルの時に奴の小指の上から触れられている弱いカードを手に取らされたな。
1回戦とは方法を変えてきてか。スペードの2と3はエースとキングの束の上にあったカードだが。1回戦終了後、そこのカードは、ハートのエース、ハートのキング、クラブのエース、クラブのキング。その上のカードはスペードの2と3。隙間があるので簡単に分担できる。左手の上にエースとキングの束を落とす。左手小指でスペードの2と3もその上に落とす。右手で上のデックをシャッフル。ただし1回戦で使ったエースとキングの束は混ざらないようにする。シャッフルの最後の1回で6枚を一番上に持ってくる。小指で隙間を作り、1枚目の手札を配るときに上下の2枚のカードを同時に抜いて、瞬時に2枚をデックの上にスライド。手裏剣を飛ばすように上の1枚を配る。チェンジしない。チェンジする。ワンペア。2ペア。俺の勝ちだ。ピストル剣を使うかい？奴は銃を握った時、俺のボーナスを相殺した。今の俺にはどこに弾があるかの記憶がない。だが奴が親でカードコントロールして勝ったということは、俺はこの2回戦に弾を仕込んだ可能性が高い。短期戦狙いの俺ならそう考えそうだと俺自身そう思う。そして俺は記憶が消える前に俺の手の甲に2つ爪で跡を残した。2回戦に弾が出るという自分からの伝言。数字だけなら形として残せば記憶から消えることはない。ピストル剣を使う。思った通り2回戦になる。そう聞きたく望む俺が2回戦に弾を設置することが生まれていたが、これで奴は次にピストルの弾が4回戦か6回戦か第2局の2回戦のいずれかに出ることを把握することになる。これが奴が命のリスクと引き換えに得た情報。無論俺が素直な人間ならな。2回回すルールだが3回でも証拠は残らない。さてどうする？ワンチャン狙うか。次の3回戦に設置したとして、奴が4回戦で親になるためにわざと負けてくれればいいが、奴は長期戦狙い。奴が安全策で3回戦を勝ちに来たら俺はまたピストル剣を使うことになる。その先かなり不利になる。そもそも奴が親だからリスキーだ。ここは素直に4回戦に入れておくべきか。おい、どっち側に回したか見えなかったぜ。どっち側に回したか見せなきゃならんルールなんてないぜ。もっともお前が俺でもそう言ったろ。3回戦の掛け金は20億だ。この2枚もシャッフルの時に小指で上から押さえてある。2回戦と同じカードコントロールしてる。チェンジしない。チェンジする。ハイカード。2ペア。思った通り安全策取って勝ちに来た。長期戦狙いだから当然だが、ここまで計算してルール設定したのか。憎たらしい野郎だ。いっそのことここでこいつを撃ち殺そうか。撃ち殺そうかって顔だな。自殺に見える死に方じゃないとさすがにまずいわ。いざとなりゃ話は違うけどな。4回戦の掛け金は23億だ。ボーナス発動。想像通りのやり方だ。ここからは俺が主導権を握らせてもらう。上から。チェンジする。チェンジしない。チェンジする。ワンペア。ワンペア。俺の勝ちだ。ピストル剣を使う。どこに弾があるか記憶がなくなった。奴が俺が10にかけたボーナスを相殺したからだ。思い切ったことをする。下手すると全額没収の上退場になるんだぞ。ただし俺が勝ったということはこの4回戦に弾が入っていたことは分かったはず。ルール通りなら弾は6回戦か第2局の2回戦か4回戦になる。あくまでルール通りならだ。俺は次負けた時必ずピストル剣を使わねばならない。おっと待ちな。ダウトだ。ダウトだとここで俺はお前を神天才だと思ってボーナス使ってカードの順を把握してたな。銃の中の弾の位置も把握できていたはずだ。俺はこの銃にボーナスをかけたが2次元化しない。お前のボーナスと相殺されたからだ。俺はボーナスを使ってないし、お前が使った証拠もない。ボーナスを使ったと言った以上、証明できなきゃ全額没収退場だぞ。さっきから何やら手の甲を触っているが何だい？見せてみろ。ただの手癖だ。いいから手の甲を見せてみろ。爪痕が4本ある。まずゲーム前のシャッフル後に2本つけ。2回戦でお前がピストル剣を使った時に2本加えただ。銃にボーナスを使って弾の位置情報を入手し証拠として残した証拠だ。俺が銃にボーナスを使えば相殺されて記憶が消えるから。2回戦で自分がどの位置に弾を入れたかを確認するため数字として残すは記憶がなくても判断はできる。読んでやがった。俺がボーナスで読み取った情報は消えるが、外から仲介があれば普通の記憶にできること。単なる爪痕だ。100% の証拠にはならない。でも 50% はあるだろ。疑惑は残るよな。だから、この銃を使用しないときは二次元化させておいてくれ。俺は物体の二次元化しかできない。問題ないだろう。意味もなくじゃないから構わんよな。
このクラブの3と6ってさ、なんか俺に似つかわしいな。平凡というか、なんというか。心にもないこと言うんじゃない。何の冗談だ、気持ちの悪い。それと俺が自分を撃つときは俺自身に向けて撃たない。死人が2人出てそれはダメだ。貴様はロシアンルーレットに同意してゲーム内容を変えるなら俺は降りる。まあいいぜ。当面は飲んでやる。リスクがあるのにボーナス総裁を使ってくるわけだ。銃が二次元化し、ボーナスの使用を指摘された場合、逆手にとってこの状況を生み出す算段だったんだ。手の甲につけた爪痕を見て見ぬふりしてやがったか。まさか先に銃を二次元化しておく手段に出ると。これで奴は俺が銃にボーナスを使わない場合や直前で解除した場合に、ボーナス総裁して銃が二次元化する展開でのペナルティを回避できる。偽のルールとしては紙戦術禁止など不正使用でなく、かつゲームのルール内の必要性を主張されれば受け入れざるを得ない。これで俺は弾の位置を把握できなくなる。とか俺が考えてると思ってんだろう。記憶の手がかりを数字として残す手段の他にも、むしろ今のダウトが成立しなければ、そうそう成立しない一線が引かれたとも言える。5回戦の掛け金は8億だ。奴の思うツボだがピストル剣をこれ以上大局で使いたくない。この5回戦は負けられる。次は奴が親だが強いカードの位置はもう奴は把握できていない。なんなら次戦ルール変更を申し出てやる。なんだ読めないカードがある。どういうことだ。クラブの銃に張り付いている。ダウトだ。デックをすぐ置きな。ボーナスを不正使用したな。お前は記憶の完全才だ。カードの中に読めないのがあったら、俺が先にボーナスをかけておいたからだ。俺が二次元化したカードにお前の記憶を読むボーナスが総裁として作用したから読めなかったんだ。いいな。デックの中に二次元化が部分的もしくは全解除されたカードがあるはず。空論だ。どうかな。ボーナスは上書き部分発動総裁はできるが解除には条件がつく。複数のものを同時に解除する場合、均等な割合で解除する。カードを 50% 解除すれば銃も 50% 解除されているはずだ。そして、この銃は 100% 二次元化されたままだ。ということは俺はカードのボーナスを解除してない証拠になる。となると残るはお前がカードにボーナスを使って総裁された場合しかありえない。お前がボーナスを使った証拠がない。仮定の話として進めよう。俺の主張が証明力不足なら全額没収の上退場で構わん。仮にそうだったとしよう。記憶の能力を持つ証明にはならない。カードの中身が分かる能力の証明にはならないから不正使用には該当しない。じゃあ何の能力なんだ。答える気はない。じゃあなんでデックにボーナスを使った。お前がカードに使ったボーナスを相殺するために使っただけだ。俺のボーナスは物質変化しない能力だから使ったとしても何ら勝負に影響しない。証明力不足だ。いいや、4回戦終了時にお前はデックにボーナスを使ってないと言っていたよな。逆に言うとお前は俺がボーナスを3回戦までカードに使ってないと認めるな。ってことは俺が最後に触った4回戦の手札か捨て札にボーナスを使ったという主張で構わんよな。間違いないな。デックを開いてみろ。クラブの銃をめくってみろ。何？ジョーカーだと？ハートの2ならこっちだ。4回戦の俺の捨て札ハートの2なら。4回戦の俺の捨て札はハートの2とクラブの10。10に視線がいったのを確認して、左手で10に触りながら右手で捨て札のハートの2を回収。10を二次元化するときに体で四角を作り、ハートの2とジョーカーをすり替え、右手でジョーカーと下の捨て札クラブの10を重ねて、左手で10にボーナスを使うと同時に、右手でジョーカーにボーナスを使ってクラブの10に貼り付けた。これでお前の主張は崩れた。手札は表向きで出した後ひっくり返したので違う。となると残るは捨て札だが、確かに俺は捨て札にボーナスを使った。だがその時お前は10の方を見ていた。俺がボーナス使った時、お前に俺の捨て札は見えてなかった。何枚にボーナスを使ったかも俺は言っていない。なのになぜお前は俺が捨て札にボーナスを使ったと思ったか。そしてなぜ俺がボーナスを使ったのが捨て札じゃないと気づかなかったのか。答えは一つ。お前がデックを握った時、俺がボーナスを使ったジョーカー以外の51枚のカードをお前がボーナスで読み取ったからだ。俺が捨て札のハート2を二次元化し、クラブの10に貼り付けたと思ったからだ。これで俺がボーナス使わずダウトしたパターンも無理筋だ。俺がボーナスを使ったと主張したカードがハートの2だったらまだわかるぜ。ダウト成立なら36倍ゲットだもん。ジョーカーなんだからめくれた時点で全額没収退場になるだけじゃん。そんなわけわからんことするわけないだろ。本筋は論証済みだし、そうでないパターンも無理筋なら他どういう言い分があるのか教えてもらいたいもんだかね。おっと、ジョーカーはまだクラブの10にひっついたままか。結局あんた全解除もできてなかったんだな。ポーカーフェイスで白切ってたの大したもんだが、もう言い逃れできんぜ。次から俺はピストルを上に向けて撃つが構わんよな。それと
もうお前は銃に触るな。引き金引く時も俺がお前に向けて撃つ。弾の位置が分かる以上、お前に実弾が出る場合、銃口を俺に向けて撃つかもしれない。カードもお前が切った後で俺も切ってくわ。文句ないよな。まさかリスクを承知でカードにボーナスを使うか。こいつが引いたダウトに関する線は対応性をはらんでいた。神戦術を使ったらペナルティと筋の通った交渉には応じる。ルール上の二重基準に神戦術は複製にならなければ使ってもいいという一線を作り、俺がその一線を越えたところを捉えやがった。でどうする？ピストル剣使うかい？使うとして回すのは俺だがな。今ならボスらを裏切る選択もあり。待ちな。俺を記憶の神天才と見破っていたなら4回戦で弾があり、かつこの5回戦での勝利は確定していたはずだとすれば、お前が2回回すルールを破ってこの5回戦に弾を入れた可能性がある。だったら何だってんだ。それ確認するならピストル剣一つ使うルールだぞ。確認はしなくていい。この5回戦だけは銃口を俺に向けずに引き金を引け。ロシアンルーレットに同意してるからダメだっつってたのはどこのドイツだ？これは本当に音出るんか？自分の命を保証してるようにしか聞こえんが。仮にお前がルールを破っていたとしてだ。入っているのが実弾であろうがなかろうが、銃口を向けようが向けまいが結局俺は死ぬ。死因が射殺か軽視かの違いなら選択肢に幅があった方がお互いのためだ。交渉の余地があるならせめてここで射殺されるなら避けたいって話か。ダメだ、今決めろ。最後まで聞け。俺の提案に応じるなら4回戦の俺の勝ち分は返却する。そんなもんいらん。さっさと選ぶ。ならいい。撃て。奴は目標額に到達していない。局をまたいで10倍を手にする必要があるはず。俺の申し出を拒否したということはピストル剣を使わせるプラス。ここで俺が死ねば未達で終わるから、この5回戦に弾はない。それとルール変更しよう。テキサスホールでもドローポーカー。デックを広げ52枚のどこからでも5枚選べ。カードチェンジはなし。その方がお前にとっても好都合だろ。カードはここから順にめくる。ってことでいいよな。とんでもねえ野郎だ。ルール設定の段階でここまで考えてたのか。もうこれからこのゲームを降りられない。なりふり構わずやるにしてもダウト無貢献が必要。次は勝つ。6回戦の掛け金は70億だ。奴が4回戦でピストル剣使ったのはこの6回戦でのブラフのためでもあったはず。実際2回戦後に次から見える位置で銃を回すというルールを追加しなかった。ここで勝って俺にピストル剣使わせて第3局までダウト無貢献の使用を封じる気だ。かくなる上は第2局に持ち込むしかないが決して悪い状況じゃない。このルールなら長期戦になるほど俺は有利だ。俺の神業はあらゆるものを記憶する能力。俺はカードにつけた印から何のカードか判別でき、長期戦になるほどボーナスは必要なくなる。束になっているカードには無理だが、手札捨て札と場に出たカードの一部に印することができた。下側にわずかに傷がついているのはスペードの3、H に跡がついているのはダイヤのジャック。1回戦で奴がカードに折り目をつけたということはカード選択の場面が来るということ。それを見越して俺も手にしたカードに印をつけていた。折り目を元に戻さなかったことも走行した。くらえ。フラッシュ。エースとキングが役に絡めば取り合いになり、ゾロ目が絡まない役なら出ない。この手この状況で俺が負けるとすれば4カードかフルハウスだ。4回戦で表に出たジョーカー以外の10枚のカードを回収してデックの底に入れて混ぜる前にまとめてカードを折り曲げている。つまりカードが曲がったカードは倍18枚。その中から俺は1枚目スペードのエース、2枚目スペードのキングを手にした。これで奴に4カードがない。フルハウスは俺の手札を除く16枚中6枚から5枚を手にする確率約 0.15%。 奴が選んだ5枚が1枚でもエースかキング以外なら俺の勝ちだ。じゃあ俺の勝ちだ。フルハウス。バカだ。どうやって？カードに折り目以外の印はなかった。なぜ？どうして？ピストル剣使うかい？勝ちに来たということは弾が出るのか？いや待て、これは罠だ。奴は10倍が手に入る寸前のこの6回戦で決着をつける理由なんてないはず。4回戦でのピストル剣で奴は第2局の2回戦で4回戦に弾を設置できるのにわざわざ危険なこの6回戦に設置するはずがない。6回戦の奴の勝ち金は70億で、第1局での奴の勝ち金は410億。第2局に入れば10倍になり4180。目標額達成し、ここで俺がピストル剣を使えば奴は第2局で圧倒的に優勢になる。奴は5回戦で勝負に出る。仮にこの第1局で勝負を決める気があるなら5回戦に弾を仕込んだはず。俺がピストル剣を使って逃げれるうちに奴が俺を殺しに来るはずがない。しかもここでピストル剣を使わなければ次の局は親で始められる。第2局の1回戦でダウト無貢献を使えば俺自身が死ぬことはもう 100% ない。使わん。撃て。痛がってるとこなんだが、そうか最高。